東京大学理学系研究科の小暮と申します。でこれは一応農学部のあれなんですけど、今日はゲストっぽい感じがしますけど、理学部から、参りました。で、今日の私のお話はですね、福島の放射性微粒子の正体は何かということで、私も大体そうですね、原発の事故が起きましてから、大体3年ぐらいですね、こういう研究をやっております。で、特に私は電子顕微鏡を専門とするものですから、なるべくミクロスコピックという細かいところでですね、本当にその土壌の中で放射能を持っているですね、物質はどんなものかということで調べております。で、今日はその辺のですね、結果を皆さんにご紹介できればと思っているわけです。で、内容なんですけど、最初物質は何かということ、それからちょっと吸着実験とか、それから、じゃあその物質の中のですね、ここでは風化クロームという、鉱物の名前が出てくるんですけど、その中でですね、一体どこについているかとか、まだちょっと結論は出ていないんですが、私の考えとかですから、それから最後にちょっともう少しですね、実は、最近話題になっているですね、実際もう原子炉、破壊された原子炉から、直接飛んできた粒子についてもですね、少し触れたいと思います。主にこの4つのタイトルで、話をさせてもらえばと思っております。で、最初はこの、話ですけど、で、これは先ほど中西先生から出ましたけど、もちろん皆さんもご存知と思うんですけど、このようにですね、汚染がされているという状況でして、特にですね、こうやって、北西方向に対しては非常にその高濃度の汚染ができておりまして、これはほとんどですね、土壌についているということになります。ですから、僕らはその土壌の中にどんなものについているかということがですね、この問題を理解し、そして解決していくための一つのステップだと思っているわけなんですが、でこれは後から話しますけど、じゃあ放射能のですね、原因っていうのは、先ほども先生からお話ありましたけど、セシウム137という研究課長からありましたけど、これが半減期30年ということで、ですからこれが問題なわけです。で、このセシウムがじゃあ一体どこにあるんだという、例えば土の中のですね、どんな粒子についているかという話になるんですが、これから後から私ども話しますようにですね、そういうものを見つけてですね、その濃度というものを実際放射能は出てるんですけど、その濃度に関して計算してみますとですね、実際はですね、土壌中のパーティクルの中に入っているのっていうのは、だから 20ppb という、でちょっとこの言葉はですね、皆さん 1ppm っていう言葉を知ってると思うんですけど、1ppm っていうのは、10のマイナス6乗分の1という重さなんですが、1億分の1という、100万分の1という重さですけど、20ppb っていうのはさらにそのですね、50分の1の量ということになります。ですからこれは実は、非常に放射能は出てるんですけど、物質というか元素の量と原子の量から考えるとですね、圧倒的に少ないということになります。で、この 20ppb っていう数値はですね、例えば、もちろん例えばチェルノブイリの後にですね、どんどん、我々は分析技術っていうのは上がってきているんですけど、それでもですね、僕らが使うような、こういう装置、例えばこれは実験室なんかで僕らが使う装置ですけど、このものをですね、物質を検出できるのっていうのは、たかが 1000ppm のレベル。で、これはスプリング8といって播磨にある、放射光という、日本が誇る日本が世界に誇る装置ですけど、それでもですね、大体これで検出感度っていうのは 10ppm のレベル。で、もうちょっとすごい装置になるんですが、これ 1ppm のレベルということになりますと、先ほど言った 1ppm のですね、さらに50分の1というぐらいになっていて、非常にですね、検出が難しいということです。で、これはもう実際そういうものでありまして、なかなか厳しい状況にあるわけです。で、その中でですね、これは中井先生から田野先生の最初の頃の結果ですけど、結局原子そのものをですね、僕らは検出することができないわけで、そうなってくると今度はセシウムからですね出てくる放射線、つまりガンマ線ですけど、ガンマ線をですね、いわゆる媒体で観光媒体で観光させてですね、それで存在を知ると、いうことをですね、やるしか手がないということで、まずやっぱりこれオートグラフィー、ラジオグラフィーと言いますけど、これでですね、この光っているところに何があるかということを探しに行こうということをですね、大体2年前ぐらいから始めております。で、ただじゃあ探しに行けばいいんじゃないかという話になるんですけど、実際ここで見るのもですね、はるかに面積的にはですね、1000分の1とか、それくらいのエリアをですね、中で探しに行かなきゃならないんで、結構これは大変でした。
で、そのためにですね、ちょっと僕らはその、いろいろ、ちょっと詳しい話はしませんけど、特殊なテクニックでですね、この観光媒体にですね、なんとかして方眼紙のようなものですね、非常にミクロな方眼紙をですね、レーザーによって打ちまして、大体これ25ミクロンというサイズなんですけど、これでレーザーでどんどんバーッとですね、医師の皆さんが使っている方眼紙を作ったということになるんですが、でこれを使うと、実際ですね、あそこに濃度の高い土壌粒子をパッとまくわけですね。でまいたそこから放射線が出ることによって、その観光媒体がこうやって観光してスポットが出ると。で同時に僕らはその方眼紙ですから、この下にですね、このようにですね、レーザーが作った、スポットがちゃんと映っていると。でそれを顕微鏡で見れば、このところが完全に対応がそのレーザーの方眼紙が見えてですね、この粒子が光るということで、これが結局は、セシウム137のアイソトープをですね、吸収しているんだということになるわけです。ですからこれ、僕らはこれをですね、今度はこれは大きいものですから、これを分析していけばいいということになります。でさらにそういうものをですね、その小型のそのマイクロマニピュレーターで取っていって、それでどんどん分析していくということをやります。でそして分かったことはですね、これ2014年に出した仕事ですけど、どんなものがですね、ちょっと英語で書いてあって申し訳ないんですけど、どんなものがですね、セシウムをついているかと調べたりしたところですね、いろんなものが出たんですけど、特にですね、よく目立ったのがこういうものでして、これがですね、実は風化クロウモという、鉱物でして、これがですね、非常によく見つかったということになります。でこれは風化クロウモって、よくバーミキュライトとも言われるんですけど、ちょっと違ったもんで、僕らは専門家ですとちょっと違うんですけど、いわゆるですね、福島の、ここが原発ですけど、福島のこの辺のですね、浜通りと言われている、いわゆる阿武隈地方っていうのは、ほとんどですね、花崗岩になっております。ですからその花崗岩をですね、実は花崗岩といっても、お墓の石のようにですね、もう硬いものじゃなくて、この辺のですね、花崗岩というのはほとんどできたのが中生代、恐竜がいた頃ですから、その頃からおかしくなったわけじゃないんですけど、地表に出てですね、だいぶ経っているんで、現場に行くとですね、ほとんど砂のようになっているということになります。ですからこのような砂のような中にですね、実は花崗岩っていうのは皆さんお墓の御影石でですね、御影石の黒いゴマ粒のようなものが全部あれは雲母という黒雲母という鉱物なんですけど、ですからこの中にですね、膨大にある鉱物がやはり放射性セシウムを吸着していると、いうことが分かってきたわけです。でその、風化黒雲母っていうのはこれちょっとあれですけど、ということでですね、風化黒雲母っていうのがかなり重要だということが分かっている。でただじゃあ、僕らはですね、やはりそのサイエンスとやる意味で、じゃあ本当にその風化クロウモっていうのが、そういう鉱物がですね、他の鉱物に比べて、セシウムをよく吸着するのかということを、確実に実験的にですね、してみようということで、今回ですね、この、次に吸着実験というのをやってみました。で、というのはですね、これ風化クロウモというものがよくくっつくということが現場ではですね、現場でこういうものがどうも臭いということが分かったんですけど、じゃあ他の鉱物があって本当にこれがよくですね、セシウムをつけるのかということを考えてみました。で実はなぜそういうことを考え方かというと、当然その、原発の事故の後ですね、多くのこういう鉱物とか粘土鉱物から調べる研究者がですね、いろんな鉱物にですね、どれくらいセシウムがつくかという実験をやっていたわけです。でそうするとですね、別にこれがバーミキュライトで書いてあるのが、一種の風化クロウモなんですけど、例えばそれほどですね、風化クロウモが、他の鉱物に比べてですね、よくくっつくというような結果は実は出てなかったわけなんですけど、で、この辺の矛盾があって、つまりその現場では福島ではよくですね、風化クロウモがつくけど、あんまり実験的には特徴がないんじゃないかというような気がしてたんですけど、そこで僕らが考えたことはですね、やっぱりその濃度の問題がある。つまり、やはりですね、実際に福島で降ったセシウムっていうのは、これはアメダスの結果ですけど、大体ですね、当時ですね、確か雨量っていうのが、何ミリか出てるわけです。で実際にここでですね、例えば飯舘村でこれぐらいのですね、セシウムが沈着しているっていうことを考えますと、実際にですね、
薄い中のセシウム137の濃度っていうのは、まあ、大体想像がつくわけで、そうするとですね、実際には31、これ今度は PPT ということで、PPT っていうのはさっきの ppm のさらに100万分の1という圧倒的に少ない量ですけど、非常に薄いものがですね、ついていると、降ったということになります。で、また、そういうことを考えていきますと、ですね、やはりその非常に薄い量で、どんな鉱物につくかという実験をしなきゃいけないということで、まあ、これは農学部の中西先生のグループとですね、共同でやった研究ですけど、まあ、いろんな鉱物をですね、こういうふうに並べまして、でその鉱物を並べて、でそこのところにですね、非常に薄いセシウムをつけたら、じゃあどこにつくかと、まあ、一種の競争のようなもんですけど、まあ、そういう実験をやってみました。そうしますと、まあ、これ最近パブリッシュした結果ですけど、ここのところですね、先ほど言ったようにちょっと申し訳ないですけど、こんなふうにマトリックスのようにですね、2センチの上にですね、マトリックスのようにその鉱物を並べると。で、これちょっと英語で申し訳ないんですけど、雲母とかですね、カオリナイトとかイライトとかイモゴライトとか、そういういろんな鉱物を並べます。で、1個ではこれボトないんで、5個こうやって縦に並べまして、同じ鉱物は5個並んでます。で、これにですね、セシウムを垂らしてみて、非常に薄いセシウムを垂らしてみて、そんで、先ほど言った観光媒体にですね、で観光させるということをやってみますと、ここのですね、ここに、だからこうやって並んでるんですけど、ある鉱物だけは光るということになります。で、この鉱物は実は何かっていうと、さっき言ったですね、この、まあ、WB ってこれ風化クロームのことなんですけど、風化クロームだけにですね、が光るということは、たくさんのですね、鉱物を並べた中で、これだけがですね、まあ、これだけって他の、濃度が高いと他のも入ってきますけど、まあ、普通、福島の場合ですね、大体これくらいの濃度で鉱物が汚染されているというセシウムがついていると思われるんで、そうするとですね、これは全部ですね、風化クロームという鉱物がつくということで、非常に風化クロームのですね、吸着量が圧倒的に他に比べて高いと、まあ、いうことが分かったわけです。ということで、まあ、現場でもですね、やはりこの鉱物がかなり問題だという、いわゆる放射性粒子として検出されるし、まあ、エクスペリエンス、こういう実験でもですね、ちゃんとこの粒子がよくくっつくということで、かなり重要なですね、放射性粒子だということが分かってきました。どれくらいですね、今度は取りにくさという問題があります。つまり、ついた後にどれくらい取りにくいのかということであります。で、これ上の方がですね、風化クロームで、下がもう一つの鉱物であるスメクタイトという鉱物なんですけど、で、いろんなですね、電解質溶液に入れたときに、どれくらい取れるかということを実験しています。これは酢酸アンモニウムというものですけど、これは塩化セシウム、それからこれは硝酸マグネシウム、これは塩酸、0.1 モルっていうのは、人間の生物のですね、胃の中の胃酸をちょっと僕らは考えて、大体人間の胃酸って pH1 ですから、こういうものを考えたときに、どれぐらい取れるかということをやっています。でそうしますと、これ、パーセントはどれくらい残ったかということを、残った量をパーセントでやってるんですけど、つまり、風化クロームについたものっていうのはですね、この程度の、いわゆる酢酸アンモニウムのものではほとんど取れないというところで言っています。で、CSCl というこういうものでも取れないと。で、塩酸とか入れると、半分ぐらい取れるというようなことが分かるわけです。で、一方、他の鉱物についたものっていうのは、塩酸なんか入れるとほとんど取れちゃうとかいうことで、非常にですね、よくくっつくし、かつついたものはですね、低濃度の場合は、よくくっつくし、ついた場合は、もうほとんど取れないと。ほとんど取れないですけど、なかなか取れてこないということです。普通、この辺で取れてこないと困るんですけど、実際ですね、ほとんど取れないということになるわけです。で、これは、後で静沢先生の方でお話が出てきますけど、エイジングという言葉がなかなか土壌にですね、時間が経つと、セシウムって取りにくくなるっていうのが、一般的な僕らの通念なんですけど、これもやっぱりですね、風化クロームの場合は、長時間ですね、これは1時間つけたときと24時間つけたときですね、どれくらい今度は取れるかということをやってみますと、1時間の時よりもやっぱり24時間、さらに1週間置いておくとどんどん取りにくくなってくると。つまり、どんどんですね、風化クロームについたセシウムっていうのは、どんどん安定なところにですね、行ってですね、なかなか取りにくくなるというよう、こういうことで、時間ととものですね、変化っていうのも、取りにくさの変化ということも、実験では分かってきたということになります。実際に現場で取ってきた、そういう風化クロームもですね、大体同じようになかなか取りにくいということが分かってきました。ですから、そういう点でですね、これは
加藤先生の最近の論文ですけど、やはりですね、この、植物へのですね、どれくらいセシウムが移行するかとか、そういう問題に関してもですね、やっぱりこれはカリの量で、交換カリ利用量とともに、が少なくなると、どんどんセシウムが植物につくというんですけど、実際はですね、土壌の問題もありまして、ここに三角がついているのが実はもう、僕も本当に対応するかは分かりませんけど、こういうものはなかなか植物に移行しないと。で、こういう土壌っていうのは、これは三角がついているのはやっぱりバーミキュライトというか、フガクロンモンについているのが多い土壌ということで、こういうですね、現場の素晴らしい植物への移行の問題なんかも、やっぱり鉱物質というのが非常に大事だということが分かります。その辺のですね、理論的な裏打ちが今できつつあるんではないかというふうに考えております。からじゃあその風化クロモンの中ですね、こんなにくっつくんだけど、僕らやはりそのサイエンスをやってるわけですから、じゃあどこにあるのと。つまり先ほど風化クロモン大体そうですね、僕らの実験で大体50ミクロンとかそれくらいのサイズのものをやってるんですけど、じゃあそのですね、セシウムはどこにあるかということもこれはサイエンスとしてやっていかなきゃならないということになります。で、よくですね、今まで言われていることは、そういう雲母というような、雲母ってことでヒラヒラした、先ほどもちょっと出てきましたけど、非常にヒラヒラしたものです。おせんべいみたいなもんですけど、通話なんでおせんべいになっているかというと、非常にですね、シリカの層がですね、こうやって層状化合物と言ってますけど、層状になっているわけですね。で、今までのですね、これは2004年とか、昔から言われていることなんですけど、風化クロ雲母っていうのはですね、こういう端っこの方に、この雲母のこういう層というものが、これ非常にCK レイヤーっていうんですけど、非常にしっかりした層です。で、層と層の間にですね、これは間があるんですけど、この結合が弱い。で、その弱い結合がですね、端っこになるとほぐれて、で、こういうところにですね、ここにセシウムと書いてあるけど、こういうところにですね、セシウムがついてるんじゃないかというのが一般的な通念で、それを僕らは FES といって、フレーデッチサイトというふうに呼んでるんですけど、で、こういうところについてるっていうのは言われてたんですけど、本当にそうかって、つまり福島でですね、そうすると非常に端っこにこういうおせんべいのですね、周囲についているというような、これそういう実験結果を示しているんですけど、ついているかということを調べる必要がある。で、僕らもですね、例えば僕らは電子顕微鏡を主にやってるんで、これは2014年、最初の頃やった仕事なんですけど、そういう雲母の中のセシウムっていうのは、量がいっぱいあればですね、これ光ってるのが全部セシウムなんですけど、直接見ることができます。ただ実際はですね、そうはいかなくて、これは非常に高濃度の場合でありまして、先ほど言ったようにですね、福島で汚染されている土壌っていう、セシウムの濃度っていうのはですね、圧倒的に少ない。だから電子顕微鏡とかそういうもので見れるレベルじゃなく、これは実験として、たくさんつけたから見えるわけで、実際には見えないわけですね。ちょっと電子顕微鏡で見ることは不可能。で、じゃあどうしたかというとですね、こういう手法を使います。つまり、逆の発想でして、つまりこういうですね、今この粒子にですね、セシウムがいっぱいついているということになると、どこについているかということを調べる方法はですね、ちょっともちろん直接見れればいいんですけど、ここに収束、これをFIB と言いまして、これは収束イオンビームという装置です。現在のですね、テクニックになりますと、あるですね、イオンをですね、どんどん収束させてですね、どんどん物質をですね、加工することができる。で、例えばこの実験はですね、この風化クロ雲母のですね、もしも周辺にセシウムが放射能を出すセシウムがついているんだったら、周辺を削ってしまえば放射能なくなるはずです。ですから、この装置を使うと、このようにですね、周辺をですね、削ってみるわけです。で、そうするとセシウムが減るかっていうと、減るんですけど、その減る量っていうのは当然、体積が減りますから、体積が減った分だけ減ってくる。どういうことかっていうと、結局は、周辺についてたら、これはほとんどなくなるものがですね、体積分にしかなくならないということになって、放射性セシウムの粒子っていうのは、セシウムはですね、地に濃集していないということになります。で、これはさらに進めた実験ですけど、つまり今先ほどの装置を使うとですね、これ実際30ミクロンって非常にもうほとんど目に見えないもんですけど、目に一応顕微鏡では見えるもんですけど、そういうものをですね、こういうふうにイオンを使ってどんどん切り刻んでいくわけですね。で、切り刻んで、それをですね、マニピュレーターで遠くに離していって、で、それがですね、光るかどうかを調べる。そういうことをやってみますと、これはですね、これ4つに切り刻むと全部同じように光る。で、この1つをですね、もっと刻んでみようと刻んでですね、また遠くに離して、近くだとわからないから遠くに離してですね、観光板体で開口されると、これも同じように光ると。
もっと切るともっと切ると。何を言いたいかというと、この中にですね、均質に入っていると。つまり最近のテクニックを使えば、こういうものの中にですね、均質にセシウムが入っているということが、これで分かってきたわけです。まあ、これはちょっと話してみますけど、ですから、あんまり周辺にですね、ついているというものじゃなくて、均質に入っていると。で、じゃあどういうところについてるんだということになって、まあ、この辺をですね、我々ベーシックなサイエンスをやっている人間は、調べようとしてるんですけど、今回です、今、いろいろやってる最中なんですけど、今分かっていることはですね、実は、風化黒雲母っていうのはですね、実は均一なものではないんですね。非常に鉱物っていうのは本来均一なものなんですけど、これは雲母がどんどん風化していったもので、非常に不均一なものです。で、不均一の時にですね、ちょっと本物を見せた方がいいと思うんですけど、本物はちょっと前ですね。こういう、つまり風化黒雲母とは何かということになる。僕らはウェザードバイアスと先ほど書いてますけど、風化黒雲母って鉱物の人々にとってはですね、そんな言葉はなくて、正確にはですね、黒雲母バーキミキュライと混合層鉱物、そういう名前で僕らは呼んでます。これが学術的な正確な名前でして、つまり雲母の中、風化雲母っていうのは本来ですね、この先ほどそのシリカの層があるって言いましたけど、そのですね、間がもうカリウムという、カリウムで全部占められているものなんですけど、その一部がですね、これ MgOH ってマグネシウム、水をくっつけたマグネシウムがこういうふうに入っているという構造になっています。で、こういうものがですね、あるところはこういうふうにマグネシウム、水和したマグネシウムがあるところはカリウムというこういうふうに誤相してるんですけど、その誤相してるんですけど、実際はですね、こういうものがあるはず。で、こういうものがあるっていうのは、誤相しているんですけど、ところどころですね、途中までがカリウムで、そこから先がですね、水和したマグネシウムという、こんなようなですね、ところがですね、見えてきます。で、これこそがですね、僕らが考えるには、セシウムのつくところというふうに考えます。つまりこの場所が、こういうふうにある。なぜかっていうと、セシウムっていうのは、各イオンには大きさがあります。そうしますと、セシウムの大きさっていうのは、本来ここにあるカリウムよりも大きいし、ここにある水和したマグネシウムより小さい。つまりセシウムが一番居心地のいいところっていうのはですね、このぐらいのちょっと開いたこの辺りじゃないかという、どこかということはなかなか今一生懸命第一原理計算のところで計算してますけど、こういうところにですね、一番安定したサイトがある。つまり、これは我々は電子顕微鏡で風化黒雲母を見たもんですけど、実際ここに原子が全部映ってます。で、そうしますと、ここにちょっと 1.47 とか数字が入ってますけど、ここのところがですね、今言ったように、本来水和したマグネシウムが入っているところです。で、こういうふうにですね、分かれているとそうでもないんですけど、この層を見ますと、ここからですね、ところまでが1ナノという、これ1ナノって、非常に狭い、小さい世界ですけど、それがですね、1.47 に開いていると。で、僕らは毎日こういうのを見てるとですね、こう拡大したもんですけど、これがカリウムで、これがシリコンで、これが鉄だとか全部、コントラストが分かって、原子配列と直接電子顕微鏡では見えるわけなんですけど、つまり、セシウムはどこにあるか、これはまだ、僕らはそれを証明しなきゃならない。間接的にですけど、直接見ることはできないんですけど、間接的に証明しなきゃならないんですけど、多分ここだろうと。ここで、はっきりは言いませんけど、こういうところにですね、1個ポコッとついているということです。で、そんなもんかと思うかもしれません。実はですね、ここにもしもセシウムが1個あったとします。そうするとですね、それの濃度というのは、実はこの中にですね、これをサイコロのように考えて、奥もこの長さがあるというと、このサイコロのように考えてみますと、実際には非常に小さいもの、狭い領域ですけど、この中にこんだけたくさん原子があってですね、この中に1個あったとしても、それでも 1ppm です。ですから実際のですね、高濃度の、これでも非常に高濃度、非常に放射線量で高い汚染状態ですけど、それでもですね、このさらに100倍の膨大なですね、鉱物の原子配列の中に、この1個あれば、福島の汚染状況に達するという非常に印象的な話ですけど、でもじゃあその1個のセシウムがどこに入るかということになると、今のところ僕らが考えているのはこういうところにですね、入るというふうに考えております。そういうことを、これからもこういうことを証明しなきゃならないという仕事があるんですけど、で、時間もなくなってきたんで、最後にちょっとセシウムボールド、いわゆるセシウムボール、いわゆるって書いてますけど、俗っぽい話でセシウムボールについて話をしたいと。で、先ほどもですね、話ですね、こういう、例えば、これは田上先生のこういう、麦の上にですね、こうやって光るものがあると。
放射性粒子があるということで、これもこういう土壌の中にあるということですけど、実はですね、こういうものが、じゃあ、果たして風化暗号かということになりますけど、実はどうもそうじゃないらしいと。で、それは、これは2013年にですね、出た論文ですけど、実はその原発がですね、爆発して、2号炉が爆発したあたりか、3号炉からですね、爆発して2号炉がから放射能がいっぱい出たあたりにですね、筑波の方のフィルターでですね、こういうピカピカ、やはりこういうふうにすごく起点が見つかったと、放射性粒子が見つかったということで、それをですね、分析してみると、今までずっと土壌の話をしていたんですけど、土壌ではなくてですね、今度は、非常に1ミクロンか2ミクロンの小さなですね、球状の粒子が見つかりまして、でそこを分析すると、今までそのセシウムは分析では出ないって言ってたんですけど、分析でセシウムが出るほどですね、高濃度のセシウムが、放射性セシウムが検出されました。で、これがですね、これは空気中で検出されたんですけど、やっぱりその地上でもですね、見つかってきまして、で、これは我々がちょっと最近出した結果ですけど、地上のですね、畑の上でもですね、こういうものがどうも存在するらしいと。で、じゃあこれは何かということなんですけど、これをですね、このままで分析するとなかなかよくわからないんで、これをですね、先ほどの収束イオンビームでスライスしまして、ちょうど玉ねぎを切るような世界ですけど、玉ねぎをスライスしてですね、で、さらに高分解の電子顕微鏡で見ると、こんなふうにですね、中には何の構造もないというものです。で、これは何かと言いますと、これは田中先生からいただいた小麦の葉から取ったものですけど、大きさはですね、直径がこれで、2.6 ミリ、これが 0.8 ミクロン、2.6 ミクロンで、0.8 ミクロンですけど、で、これは何かと言いますと、これは先ほど、石田先生のウグイスの羽からもですね、実は1個取れてます。で、同じようなものが取れてます。で、これは一体何かと言いますと、これを分析してですね、我々を調べてみると、結局これはですね、計算円ガラスと言いまして、皆さんが使っている窓ガラスとか自動車のガラスと同じようなものです。ただ鉄が入ってるんで、実際透明じゃなくて真っ黒なはずですけど、で、実はですね、これ実はガラスなんです。で、分析してみると、こうやってシリカとですね、酸素がいっぱいですね。だからガラス状のですね、本当に小さな微粒子が、もうこれもですね、実は汚染源になっているということがどんどん最近分かってきまして。で、これは最新のですね、電子顕微鏡で、その中の元素分布を全部、今、我々は調べてるわけですけど、そうしてみますとですね、セシウムが実は均一に入っていないとか、セシウムが外側にですね、集まっているとか、非常にミクロな世界ですけど、今分かりつつあります。で、いろいろと調べてるんですけど、ウランが入っているものとか入ってないものとかです、ウラニウムが入っているもの入ってないとかですね、そういうことが分かってきてまして、で、ところがですね、面白いことに、この化学組成も分かるんですけど、その化学組成をですね、のガラスを僕らはこうやって炉でですね、作ってみると、この取ってきたものは中は均一なんですけど、実際それを作ってみると均一なものができないと。ごめんなさい。これですか。均一なものができないということですね。非常にその不思議なものでして、やっぱり原子量の中の非常にですね、特殊な状況で、実際にはかなり高温になっていると思う。僕らは1600度でやってもできないということで、もっと高温じゃないかということを今、考えておりますけど、そういうこともですね、分かってきているということです。で、問題はですね、これはガラスですから、ガラスはですね、実は溶け出すんです。どんどんですね、これは杉の葉から採集されたものですけど、8ヶ月後に採集されたものですけど、この杉の葉のですね、この粒子に関しては、どうも僕らが分析してみると、表面からですね、セシウムが溶け出しているということが分かってきます。ですから、多分ですね、これは人工的なものですから、多分福島にね、拡散したもので、徐々にですね、これはセシウムを吐き出していくだろうと。己自身も溶けていくし、ある酸性の条件では、こういう溶脱した量を作ってですね、溶け出していくということで、だから最終的にはまた土に帰っていくということがあるかもしれませんけど、これはやっぱり風化空論文とですね、違った多分挙動を示すだろうというふうに考えております。そういうことでですね、いろいろとちょっと難しい話をしましたけど、今僕らが分かっていることっていうのは、そういう鉱物にも土壌中のですね、鉱物にも非常によくつく鉱物があるということで、それがいろいろですね、植物の移行を支配する可能性が高いということと、もう一つですね、最近の結果では新しいですね、セシウムの放射性セシウムの単体が見つかりつつあると。で、このあたりが
今後のですね、福島の、セシウムの移行というものを考える重要になってくるだろうというふうに考えております。最後にですね、多くの人々にお世話になりました。これらの研究ですね、特に我々のメンバーとともに、先ほどお話しされました中西先生をはじめですね、農学部の先生方に非常にお世話になって、これらの研究が成り立っております。どうもありがとうございました。